こんにちは。4G 初めから攻略パート6です。前回は筆頭ハンターがゴアマガラ撃退に失敗したところで終わりました。2人がまだ戻ってないようなので助けに行こう。しかもどうやら筆頭お供が単独で捜索に出てしまったらしいです。お供1匹でどうにかなるとも思えませんので早く行ってあげましょう。うちのお供初期装備のままだしな。戦力にならないとバレたら私らの育成方針まで疑われかねん。レベルは上がってますから。さて行き先は探索樹海だな。未知の樹海って行くたびに地形変わるみたいですが、都合よく見つかるんでしょうか。確かにゲーム上は毎回変わるけど世界観上もそうなんだっけ。本当だとしたら結構超常的だけど。ああ、そう言われると確かに。ギルドが全貌を把握できてないから未知の樹海らしいですからね。つまりどの辺りにあるかは明確だけど中が迷路みたいになってるだけなのかね。まあ迷路マップありますしね。探してた人みんな見つかったわ。割と切迫した状況でしたね。間一髪でした。どうやらルーキーよりもランサーの方が危ないっぽいな。タンク役になってリーダーとガンナーを逃がしたのでしょうかね。とりあえず時間を稼げと言われたので適当に殴っていくよ。前回は狭っ苦しい戦場でしたが、ここは広々してるから戦いやすいです。その分兵器はないからゴマとの戦闘になれるためのイベントって感じだね。どうやらモーションとかは通常のものっぽいですが、形態変化まではしないようですね。しかしこいつって意外と好戦的なのかな。逃げ遅れた2人を執拗に襲うなんて。各地を巡って暴虐の限りを尽くすらしいですけど、何が目的なんでしょうね。各地を巡るのはなんとなくわかるけどね。やっぱり蓄えてる力が大きいからストレス溜まってるんでしょうか。それもあるかもね。あとは今後に備えて力試しをしているとか。なんかガレルダみたいですけど。あそこまで行くと戦闘狂だけどな。でもまあサンブレイクのムービー見ると同格帯でも相当上位の強さみたいなので、単に捕食の範囲が広いだけなのかもしれません。しかし時間稼ぎって言ってもいつまで戦えばいいんだ。おや、撃退したか。追っ払ったらしいですよ。特に追い詰められた様子はなかったけど。お二人さん、そっちで会話で塞がってますけど。ルーキーは迷わずこっちを目指していたので、何か策があるんですよきっと。それもそうか。じゃあ岩は任せておこう。傷を負った人とそれを解放する人をよそめに、ピッケルを振るう畜生がこちら。何を言っている。我々の物資が潤えば世界の役に立つんだぞ。おい、この距離になってそのリアクションはおかしいだろ。視力マイナスか。しかもアンポスの群れも来たらしいぞ。また時間稼ぎしないといけません。群れなんてどこにも見当たらないが。思い出したかのように湧いてきました。ここすごいシュールだよな。ちょっと笑っちゃったよ。トライのイベクエで古代サメ30匹討伐するやつを思い出しました。ああ、水中闘技場のやつね。ゆっくりサメが湧いてきてな。さて、ルーキーの方は無事調合が終わったようです。結構あっさりいったな。目の前で巨岩が砕け散りましたが、二人とも大丈夫なんでしょうか。顔見たら破片だらけとか、ホラー展開はやめてくれよ。
大丈夫そうなんで、とりあえず我々も移動しましょう。隣に来たら、コンガの群れがいたので掃除しといたよ。よりによって広い川エリアですか。これは時間かかりそうですね。大丈夫かな？ゴマ追ってこないか？追ってきたみたいです。ほいほい、時間稼ぎね。さっきの繰り返しなんで、ここはバサッと行かせてもらうぜ。あ、なんかそれらしいカット入りました。3分くらい戦ったかな。これで終わりか？本当にバサッと行きましたね。とりあえず、無事救出完了だな。いよいよ正式なクエストとして、ゴアマガラと対峙できますね。リーダーが、捜索は任せろって言ったから、少し間が空くかと思ったよ。で、どうします？今の装備でも十分いけるとは思いますが。その前に、一応星4の未消化モンスターをやっておこうと思う。ふむ。まあ任せますが。リオレイヤ戦ですね。レイヤの初戦の音取れてなかったので、2戦目で失礼するよ。音関連のトラブルはこれで終わりなので、ご了承くださいませ。それにしても、レイヤはストーリーに絡まないんですね。それ意外だったわ。ガララ討伐したら、しれっといた。やっぱりレイヤが出てくると楽しくなってきますね。ゼウスより、よっぽど飛竜の代表やってるよね。レイヤもレイヤで、この頃は低空の女王をやってましたが。それでも、ドライほどではないと思うよ。4は、それ以上にアグレッシブなやつが多いから、スタンダードに戦えるのは嬉しい。世界観上は強大なモンスターほど、実戦ではやりやすかったりします。怪武器でネルスキュラやるより、G 級武器で140ラージャンやる方が楽だな。極限が絡むとまた違うと思いますが。それにしても、案外殴る隙ができないな。飛んでると尻尾警戒しないといけませんね。あ、捕まっちゃった。小やし玉なしで高速食らうの、久々ですね。レバガチャは 3DS 本体にダメージがいくから、あんまりやりたくないんだよな。スライドパッドがいかれると大変ですからね。頼むぜほんと。3DS 本体って貴重だからな今。生産終了して4年くらい経ちますかね。軽く調べただけだけど、安くても3万円台後半くらいするんだな。ニュー 3DSLL の定価は税込み2万ちょいなので、倍くらいになってる計算ですか。我々が本体を抑えた3年前ですら、2.6万くらいに高騰してたからな。
これからも大事に扱わないといけませんね。サブタゲ達成したわ。全然触れてなくてすまんな、レイヤ女子。怒りバックジャンプに GP コン質合わせたのお見事でしたね。レウスと違ってブレスを吐かないから、そのあたりは格下な感じあるね。とっさにブレスを出す力はレウスの方が高いんでしょうかね。その分、レイヤは3連とかチャージができるから、地上でのっしり立ち回るのが得意なんだろう。レウスが空を見てレイヤが地上を見る。お互いの両分で補い合ってるんですね。それが、長続きする夫婦の秘訣なのかもな。好みや価値観が合うのもいいですけど、ぶつからないのが何より大事なのかもしれません。レイヤも地上の立ち回りについて、レウスにあれこれ口出されたくないだろうしな。好きあればワールドツアーしてる夫に言われたくないでしょうね。我々には関係ないことだけど、この数十秒何だったんだよ。足引きずって隣に来たよ。落とし物しながら捕食しております。おーしクリア。お疲れ様です。レイヤの素材は火の強属性チャークに使えますね。リアルテミス系統だね。この段階だとまだ弱いけど、火の強属性はこの先輝けるからな。強化はしておいて、要所で使っていきたいですね。榴弾も強いんだけど、強属性の卓も取れるのがチャークのいいとこだ。エフェクトも派手ですしね。動画の見栄え的な意味でも、武器はたまに切り替えていかないとね。クエストランクが上がるまで、ずっと武器の見た目一緒ですからね。寄り道が増えて準備は大変になるが、頑張らないとな。村5まで上がると、少し武器の選択肢が広がるので、色々と整えていきましょう。重量級のモンスターも続々出てくるから、腕の見せ所だね。あ、時計、また出ましたね。いいね。初戦と合わせてもう4個目かな。セミレア素材のくせに要求数が多いので、いざ必要になると苦労するイメージあります。確かチャークにも使ったはずだから、この段階で出てくれるのはいいぞ。じゃあ、いよいよゴマちゃんに挑戦ですかね。筆頭たちが動けない今、討伐は我々にかかってる。頑張るぞ。よし、いよいよだな。場所は遺跡平原ですね。何やら鱗粉をまき散らしているらしい。周辺の住人にとっちゃ不安で仕方ないでしょうね。旅団のみんなが応援してくれています。しかも初期マップ、いいね、王道の胸圧展開だ。それでは、ゴマの元へ向かいましょう。触覚を生やしてやがる。本気モードってとこか。ゴアマガラは、感知能力が最大になると、触覚を展開します。この状態も恐竜化と呼ばれてるな。他のモンスターの恐竜化とは少し違うみたいだ。青みがかった部分が紫になったり、翼を地につけたりと、姿形からして通常時とはだいぶ印象の異なるものになってます。異形というか、一般のモンスターとは一線を画す存在にも見えるな。ちなみに、初期恐竜化はこの初戦限定で、後で戦う個体は通常状態スタートです。ちょうどいい。サブタゲにもなってるし、触覚を壊して鎮静化するぞ。ゲーム的なこと言うと、
素材としても触覚は重要です。後で出てくるから言うけど、さすがメインモンスターだけあって、こいつの武器は全部機種で優秀だよ。ゲーム後半はちょっと怪しいですけど、ガイなら間違いなく強いですね。看板モンスの武器が優遇されるのっていつからだっけ？サードのオウガからかな。一応、セカンドのティガじゃないですかね。環境的にはあまり目立ってませんでしたけど。確かに、匠不要で攻撃力が高い武器って、初期作にはほぼ存在しなかったからな。あと、さっきオウガの話が出ましたが、ヘビーだけ弱くなかったでしたっけ？ああ、通常弾の総点数が少ないんだっけ？あと、通常3に非対応とか。2010年当時、2チャンネルのヘビースレがおつやだったの、未だに覚えてますもん。武器種自体は弱くなかったのが、まだ救いって感じか。そうですね。近接は間違いなく雷属性の最強格でした。ともあれ、ようやく武器変えられるぜ。星2からずっとこれでしたからね。お、沈静化成功したか。ただ、類破壊はできてませんね。触覚を壊せるのは恐竜価値だけだから、もう一回なってもらう必要あるな。倒さない程度に削りつつ、感知能力を高めてもらいましょう。ゴマの攻撃の後にできる黒い輪に入ると、感知能力が高まるんだったな。そうですそうです。これに入らないとなかなか移行してくれません。ゴマの触覚は用途が多いから、確実に手に入れておきたいね。幸い、類破壊すれば 100% で出てくれるみたいですね。類破壊箇所が多いから、解固体相手は気を使わないと。ゴマが崖下に陣取ってしまいました。参ったな、猫がタゲ取っちゃってるよ。サブオトも解禁されたばかりだけど、そろそろ潮時かな。地形的にこれ起きやすいんですよね。やっと平原来てくれた。遺跡平原の平原エリアは、ここくらいしかありません。初戦以外は、ここが初期位置なんで、だいぶやりやすいんだけどね。ノリが狙いづらいデメリットより、意図せず段を登らないメリットが大きいです。このシリーズもパート6まで来たけど、ギルクエシリーズと並行してて、ギルクエの戦いやすさを改めて感じたよ。ギルクエの方は、戦いやすいエリアが厳選されてるだけですけどね。ギルクエ、未知の樹海限定でよかったな。通常マップで戦えって言われたら、こんなに長く続かなかったかも。雰囲気は好きなんですけどね、4系列のマップ。モンハンシリーズにとっても挑戦だったろうから、いい悪いとかはないんだけどさ。回避がジャンプに化けて落ちるとか、割と発狂もんだよ。ちょっとずれますけど、未知の樹海って、割と異質なフィールドですよね。モガの森と同じような系譜だけど、あっちはまんま孤島だったもんな。イベクエの中には、未知の樹海のものもありますが、通常クエの舞台にはほぼなりませんよね。こういう独特な要素の多さも、4シリーズの魅力なのかもね。脱線しまくりましたが、触覚破壊できましたね。恐竜化解除も触覚破壊も頭ダメージだけど、別個でカウントされてるんだよね。ゴマ自体に苦手意識はありませんが、意外に触覚に攻撃が出る機会がありませんね。そうだね。直近で140シャガルやってたから、その劣化くらいに考えてたけど、チャークだとちょっと掴みきれてないな。攻撃の威力値も測りかねてる感じします。後で分かったけど、拡散ドレスは惰性なしでも GP 放出できるから、ちょっと機械損失しちゃってるね。もうちょい、素のチャークのガード性能を信用した方がいいかもですね。最近のシリーズだと、惰性積まないとろくに防げないのもあって、信じきれてなかったわ。解除完了です。ええやん、もうちょいかな。移動しました。尻尾剥ぎ取りましょう。尻尾も必要だからな。おいなんじゃ鱗って。尻尾から尻尾が出る確率は 65%。妙に低いっすね。尻尾剥ぎ取ってんだから、尻尾は確定でもらえてよくないか？とりあえず休眠したので叩き起こしましょう。尻尾に関しては納得してないが、とりあえずストーリー進めるか。クリーンヒットしましたが、ちょい残りましたか。武器的にしゃあないな。お疲れ様です。これでちょっと落ち着くかな。剥ぎ取って、凱旋と行きましょう。およ、今激鱗出てたな。運がいいのか悪いのか。レア素材なんていくつあっても困らないからな。
みんな大喜びだったな。めでたしめでたし。これで気兼ねなく、飛空船を作りに殴り村に向かいますね。さて、とりあえず、ゴア関連の武具でも見ていくか。フォースオブフォールが追加されてますね。468の会心 20%。強いね。竜はおまけですけど、この得体と比べても物理性能が圧倒的です。乗り換え先はこれで決まりだな。どうします？ 5 は連戦して揃えていきますか？一旦殴り村に寄って、その後周回と行こうかね。次はグラビですか？重量級ですね。本格的に後半のモンスターって感じだね。何気に、火山もこれで解禁ですか？すぐにでも行きたいが、まずはフォース作成のためにゴマ周回してこよう。尻尾、出ますように。やっと終わったぜ。と言っても、2戦しかしてませんけど。しかし、また尻尾から鱗出てましたが、本当に揃いました？安心してくれ。もう1匹の方ではちゃんと尻尾出てくれた。それでも、3回に1回しか取れてないが。何にせよ、これで武器大幅強化ですね。本当は、他の武器種でも作りたいやつあったり、防具も変えたいんだが、編集ソフトの都合で尺的に限界なんで、このパートではここまでにしとこうかな。文字数的にあまり長くなると音声の合成ソフトが耐えきれないもんで。フォースの強化先、もう見れるんだよな。天海竜、一体何ガルマガラなんだ。防具の方は、ギザミとゴアシリーズが解禁。どこからか、ギゴギゴ聞こえてきます。この辺は次回以降にね。星4で触れてないモンスターがいるので、それも拾っていかないとですね。やることいっぱいで楽しくなってきたぞ。はい、パート6はここまでです。いよいよ、村会も後半戦に突入だ。モンスターがどんどん強大になっていくので、気合い入れていきましょうね。最後ら辺にも触れたけど、そろそろまとまって装備を整えたいから。そのあたりは、動画外でせこせこやってくるよ。星5まで来れば、村会を最後まで攻略できる質の高い武具が揃ってきますからね。たまにチャーク以外も持つと思うから、そのあたりもお楽しみにしてもらえればと。ほいじゃ、次の動画で。またね。